はい、皆さんこんにちは。今回はこちらの901ポルシェ、通称ナローポルシェのご紹介です。実はこのナロー、以前オーナーさんのドライビングでご紹介させていただいた同じ個体ですが、今回はなんとドライビングをさせていただくという大変貴重な経験をさせていただきました。同乗しただけではわからなかったこのナローポルシェのさらなる魅力と走りとサウンドを味わわせていただいた時の動画です。それではどうぞご覧ください。本当なんちゅうか、この辺がこうバックスキンだったりするところとか、もう嬉しいですね。そうなんですよね。これがやっぱ選ぶところがこの理由があるのがどれ一つ一つにね理由があるところがやっぱいいなと思うんですけど、私は怖くて一回借りたことあるんですけど、撮影するのに。じゃあ行きます。はい、お願いします。どっちの感覚を。ギアこれで入ってる。入ってるんですか。そうなんですよ。これがね、これ入ってるんですか。入りました。これ光る。これ入ってるんですか。多分入ってるんですね。ショートなんで結構入りやすいと思うんですけど、意外と普通にクラッチがつながるんですね。いやこれ直してから全然違ったんですよね。前のはもう恐ろしいほどどこに入ってたか分かんなくてもう行けます。2足で帰ってきたんですが、はいどうぞ。窓閉めていいですか。どうぞ。こっちもいいですよ。こっちもいいですよ。すごいなんかどうなんですか。運転するとまたイメージ違いますね。そうですよね。でもすごいこのナローは特別違うんだと思うんですが、ものすごい乗りやすいです。素晴らしい素晴らしい。乗りやすい乗りやすい。そうでしょう。踏み下ろす感じのオルガン式の。なるほど。踏み替えたよね。そこはちょっと慣れが。単純に違和感があるってこと。慣れだと思うんですけど、そのブレーキの微調整がしにくいっていうか。1、3奇数のギアの感覚がすごいなんか入ってるのか入ってないのか分かんない感じです。これウインカーはこっちかい。レスポンスいいっすねやっぱ。なんかね、私最初隣に乗せてもらった時、これオートバイなんだなと思ったんですけどね。なんかどっからでも加速する感じで、最高ですね。楽しいですよね。この楽しいですね。アクセルをオフにした感じとかがね、また独特だと思うんですけど、ヒールトゥーがまだできないんで、ちょっとぎこちないです。
いう醍醐味みたいなもの、集大成ですね。まあ速い車はねいくらでもあると思うんですけど、まあ、だって実際スピードはそこまで。そうです、5、60キロなんですね、でもやっぱこうテンションはマックス。そうなんですよね、自分もちょうどCB の7班系を乗った時と印象がすごい似てんなと思ったんですけど、なるほど。まあエンジンの吹き上がりの感じですよね。そのドライ散布にしてもそうだし、まあ本当同じ、これ全くオートバイなんだなと思ってね。ただそのブレーキングした時の質量のねやっぱ四輪のこう、はい、グワッとこう止まる感じがやっぱちょっと全然違うんですけど、乗ってるこのエンジンバースあるいは止まるアクセルをオフにするっていうのは、基本形だなって、エンジンの車なんだなっていうふうに思ったんですけどね。このガラスから見えるアルファのなんとも金髪美人があそこにこがけて立ってるみたいな。150キロぐらい出てるような気がするんですけどね。40キロぐらいしかないですけど。なんかこれだけで満たされるものってあります？この切り返しも。これね。ハンドル重いですけど、なんだろう、ジュリアよりリアヘビーな分軽いですね。そうですか。何の音ですか今の。これはね、前も鳴ったんだ。あんまり気にしなくて出ましたけど。なるほどなるほど。いやなんかやばいのが後ろが来ましたね。あれはやばいですね。やっぱ速いですよね。性能がいいよね。マニュアルじゃないから。そうですか。関係ないです。人の左ハンドルのマニュアル乗ってたら、慣れました。なるほど。そうですよね。ここで見てると揺れがすごいから。こういうことなんですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。バックは？バックがねちょっと入
りにくいと思うんですけど大丈夫かな。大丈夫ですね。はい、ご苦労様でした。いやー、ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい。一生にもう二度とないですね。そんなことはないでしょうけど。いやありがとうございます。まあ一台一台みんな醍醐味はありますよね。みんな求めて作り込んでやるだけあって、いやでもこのナローは特別ですね。本当特別ですよね。他では味わえないなと。自分のに求めちゃうとかわいそうなんで。いや930も、さっき後ろ乗せていただいて、楽しむっていう投資よりも加速の刺激がありました。力強さがね、これはもうパーっていっちゃいますから。そうですね。でこれはその速いんですけど、やっぱ NA らしいっていうか、その本当アクセル踏んだら踏んだだけいく、もうまさに NA の本当パワー感あって速いんですけど、その操れる範囲が分かるっていうか、行き過ぎない、車が行き過ぎない感じがするんで、その操作性のそうですね。本当ギアの感覚さえ慣れちゃえばもっと楽しいと思うんですけど、あとヒールトゥーも、今できないんで、難しいです。あとこのブレーキですよね。このブレーキが後ろからこう踏み下ろすような感覚の、あれもやっぱそうなんですか。同じですけど、やっぱり違いますか。全然違いますね。あとやっぱブレーキの効く感じも、まあ古いからかわかんないですけど、ジュリアも105のジュリア乗った時もそうだったんですけど、やっぱ車の倍力装置、サーボが多分違うんで、今時のと昔のと、結構ちょっと踏んだだけ結構効くんですよ。でこれはしっかりブレーキ減速したいんだったらしっかり踏まないといけない。あれはそんな踏まなくても本当足首だけの力でいけちゃうぐらいなんですけど、これでそれ力でやろうとすると減速しきれないんで。果たしてね、こういうこと、これなんかオイル点滅してくれて大丈夫ですか。これはアイドリングの時にそうなんですつくものです。もうエンジン切って大丈夫ですかね。はい。こんな YouTube 誰が見たがるのかとおじさん2人のどう考えても閲覧数は少ないと思うんですけど、いや、最高でした。楽しいでしょ。楽しい。だからまあ初見でもなんとなくちょっとアクセル入れてみたくなるでしょ。もういきなり踏んじゃいました。まあそれでいいんだと思う。最高最高。やっぱり車好きはこれはね、踏まないではいられない。間違いない。そうですね。でやっぱり助手席乗ってる時と運転してる時という感覚が全く違って、すっごい扱いやすい。そうだね。そういうこと。扱いづらくしちゃダメだもん。そうですね。扱いやすく。もうこれ滋賀まで行けますね。まあ今のペースだと何も起きないですけど、やっぱでも上りコーナーはちょっとアンダーが出そうな、出るだろうなっていう感覚は分かりますね。でも下りのコーナーは気持ちいいですね。ブレーキングしながらのコーナー。いやもう最高、しびれましたね。これで軽く踏まさせてもらいましたけど、後ろがやばいのついてくると思ったら俺のでした。自分の車を逆に気持ちよく踏ませるのに少し離れねえとなって変なプレッシャーかけちゃう。いやよっぽどこう危なっかしいから離れたのかなと思って。いや全然後ろから見てても、結構綺麗に走ってる。いやさすがだなと思って。乗り出してないとさ、そうは言ってもいきなりは踏めないよ。いきなり踏んじゃいました。さすがだなと思って。最初駐車場1周ぐらいしようかなと思ったんだけど、もうなんか我慢できなくなっちゃって、もう早く踏みたくなっちゃっていけそうかなっていうよりも、ここで練習しても練習にならないなと思って、もう実地訓練。シフトはそうシフトがやっぱ難しかったですね。セカンドで大体ホールドできた少し2、3ですね。3は使ってる。ただヒールトゥーが分かんない、できないんで、まあ本当に早めに2速に落として、いやでもコーナーが思ったよりすごい曲がると思って、
基本アンダーなんだけど、曲がらせると思えば簡単に曲がる車で、その塩梅がさ、やっぱりちょっと慣れないとそうですね、怖いねみたいな形にはなるんだけどさ、そこさえ分かってれば結構扱いやすくて、まあ車がやっぱり仕上がってるんだと思いますけどね。すごい全然安定してて、初めて乗っても踏み込めちゃうっていう。まあ素晴らしい。それくらいに仕上げないとさ、それなりにサーキットを走らせるのは結構難題だよね。ただサーキットにあんまり振ってないのは峠とかを気持ちよく走るから。そうですね。はっきり言ってサーキット仕様っていうよりも峠仕様っていう、そうね、そっちに近い RC でしたね。いや、ありがとうございました。もうでもまあ逆に言うと911が濃縮されてるかなみたいなところだと思う。やっぱりナローってみんなこうかっていうとこうじゃないし、自分のその経験値、いろんな911、まあ他の車もそうだけど、その経験値で、まあ、ここかなみたいなところ、自分が合うのは思いになってる。やっぱりタイヤの問題はいつまでも残るんだね。そうですね。タイヤがまあハイグリップで安心感はあったんですけど、やっぱこうローグリップのタイヤでもうちょっとこうなんか限界はもう攻めないですけど、その挙動が逆に分かりにくかったグリップしすぎて、もうちょっと例えばもっとローグリップだったらコーナーでアクセル踏み込んだ時に後ろが出そうな感覚が、それが試せるのはその10年前のそうですよね、タイヤだったらそれが分かる。このタイヤはもう全然何も起きなかったんで、多分後ろから見てて眠たい走りしてんなとか思われたかもしれない。まあやっぱり踏んで楽しいところは分かってくれてるでしょ。楽しかったです。でやっぱレスポンスがすごいですね。本当もうトップ。レーシングカム入れてるから、普通まあ 2.7 の RS でもここまでのレスポンスが実はなくて、だからそこに多分よりポルシェを知ってる人たちは、そこに感動っていうか驚くんだと思う。みたいな、なんですかこれみたいな。まあオリジナルのねスタビはね、俺がさっきと走ってて何回か交換したりしたんだけど、やっぱ共同不足でダメなの。それでしょうがなくてアメリカンなこのスタビにはいると思うけど、まあいろいろやってここにいるかなみたいな感じだよな。いや本当この1往復だけでもすごいなんかちょっとだけですけどポルシェのこの RR のただほら911で今ここでその感じをつかもうっていうのは怖いですね。ちょっと大きすぎますよね。サイズもそうだし、やっぱりね、そうこれやっぱ本当に小さくってやっぱコーナーでなんとなくラインをイメージしながらも走れるぐらいの余裕を感じましたよね。当然1670、彼らボディの、ねサイズで、オリジナルはそこからマイナス60だから、本当のストーンと落ちてるやつは1610だからね。もう本当5ナンバーサイズですね。本当この間の乗せてもらった105のジュリアとやっぱ同じ時代を生きた車だなっていう感じで、やっぱりイタリアの味付けとドイツの味付け、FR と RR の違いはあるんですけど、そのいろんなこう耳とか体全体からこう伝わってくるその車の挙動みたいな鼓動というか、それは同じでしたね。いやもう当時からやっぱりイタ車とドイツ車のこう区分けは多分あって、やっぱり同じ時代で比べるとドイツ車はしっかりできてるねみたいなところになると思うんだよな。そうですね、こっちの方がなんかやっぱどっしりしてましたね、安定感、で排気量も当然大きいしな。そうですね。でジュリアは本当軽快にこうスパンスパンスパンって曲がる感じ、でこれはやっぱり何度もおっしゃってる通り立ち上がりでゴーンっていう、結構そうなの、立ち上がり重視だから車がさ、こうなんで頑張りましょうって車じゃない、そういう気にならないですね。そういうことなの、いや素晴らしい。キラキラとコーナーリングができるというイメージではちょっと違う。そうですね。
ったより設置感は高いなと思ったのもやっぱりそれもタイヤのせいもあるんでしょうけど、タイヤのせいとやっぱりトーションバーって結構優れてんだなって。はい、以上で901ポルシェ通称ナローポルシェ試乗編を終わりたいと思います。次回は同じくポルシェの930ターボに乗せていただきましたので、その時の模様をお伝えしようと思います。ポルシェが続きますが、また次回もよろしくお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。